どうも、てりやです。本日なんですけども、もう毎日が暑い。で、私事ながら、これ夏バテなのかな、だいぶね、ちょっと体重が落ちてきちゃってまして、今ね、正直言うと体重がね、そろそろ60キロ切りそうなんですよ。ちょっと体重を増やしたい。ということで、この夏バテシーズンでも、サラサラっと、ドゥルドゥルっと、チュルチュルっと、そういう風にいけるご飯が食べたい。で、そう思いまして、ちょっと考えていたんですけども、あまり他の方のお名前を出さない方がいいだろうなと思いつつ、でなおかつ僕なんかが口にしていいお名前ではないんですけど、僕何を隠そう笠原さんファンでして、賛否両論の笠原さん、その笠原先生、今YouTube をされてるんですよね。で、いつも画面をなめしだくかのように僕見てるんですけど、そこでちょっと前に冷や汁が出ていたんです。で、うわ、美味しそうと思って、で、笠原さんはご家庭でも簡単にできるように、確かサバ缶を使って作られてたんですけど、当チャンネルではちょっと不思議なことに時間をかければかけるほどなぜか称賛の声が上がるというちょっと変わった M 気質のチャンネルですので、どうせだったら干物作りから作りたいというわけで、早速本日も作っていきましょう。じゃあ作っていきましょうか。本日なんですけども、冷や汁ということで、早速今回もね、この後お魚なんかもおろしていこうと思ってるんですけど、一応今回作っていくのは宮崎県の冷や汁です。で、農林水産省とかちょっと見てたんですけど、一応冷や汁と言われるもの、このお料理があるのが一応宮崎県と、あと埼玉県、そして山形県、この3つらしいです。で、一応埼玉県では冷や汁って言ったりすったてって言ったりして、宮崎県の冷や汁とちょっと近いらしいんですけど、なんか違いがあるとすれば、宮崎県は麦飯にダバッとかけますけど、埼玉県はおうどんなんですって初めて知りました。で、山形県の冷や汁がこの宮崎埼玉スタイルとは全然違くて、お料理としてはおひたし、そういった感じなんですって。いずれ作ってみたいですね。とりあえず今回は宮崎県の冷や汁です。で、もともとは宮崎県の農村部とかで短い休憩時間にパパパッとご飯を食べるために、ご飯というかもうほぼ大麦、そこにお味噌を乗っけて上からお水ダバーで書き込んでいたのが始まりらしいです。で、昨今今の冷や汁はよく魚の干物だったりとか普通の焼き魚とか、そういったものとお味噌をこうすり鉢でこう当たって作るのが一般的だと思うんですけど、これ贅沢バージョンらしいです。本来はそういったご飯、それからお味噌、お水、ここから始まって、でその後にいりこ、関東で言うなら煮干しですよね。そういったものをいってお味噌と一緒に合わせて、多分今の冷や汁のような感じで合わせて、でご飯にかけて今のようにいただいていたらしいです。ということで、昔ながらのいりこスタイル、こちらも食べてみたい。かといって今の焼き魚を使ったスタイルも捨てがたい。だったら両方作ればいいじゃない。さあ、では張り切って参りましょう。それでは本日の冷や汁に使ってまいりますお魚たちの登場です。こちらからアジ、マサバ、マダイ、おそらくすごくオーソドックスな並びだと思います。あとアゴ、そちらなんかもよく使われるみたいなんですけど、今日はね結構鮮魚店もありましたけど、今日は売ってなかったので、今日はこちらの3種類。ちょっとアジだけちょっと鮮度感がっていう感じですけど、サバとタイはパッキパキですね。秋になればもうちょっとお腹も膨れてくるのかな、サバは。そしてはこちらを干物用に早速さばいてまいりましょう。それではまずアジから。ではまず今回のアジ、干物用にするんですけど、お店では結構頭付き、つまりお頭付きでよく干物にされますけど、見栄えが良いので。ただ今回冷や汁で身はほぐすので、頭を干したところであまり意味がない。あるとすればこの辺のお肉がちゃんと取れますよぐらいかな。ただ僕は今回今夜の晩ご飯用に頭は骨せんべいにしたいので、今日は上から落とします。こちらの首の付け根のここから1本ストン、あとはここからスーッと骨を断ち切れば、はい、頭ゲット。頭はこちらのエラだけ外して、お腹の方からパッカーンと、であとは半分に、あとはこちらの内側から目をグッと押してもらうと目が出ますので、目玉を取って、骨せんべいの場合目はどうしても硬いので、あとはこういった余分な血なんかを流水でささっと洗えば骨せんべい用の完成。では今回オーソドックスに背中から下ろしていこうと思いますので、はい、背中側に1本、
あとは中骨まで切り進めて、あとはこの中心部分の骨のつながりも。でここからはあばらがありますので、ちょっと包丁立てて、はい、あばらの付け根を、はい、ズバッとカットしてあげて、ちょっと見づらいですけどこういった感じで、これで今真ん中まで刃は入りましたので、あとくっついてるのはお腹側のここだけで、当然のことながら背骨がもりっと盛り上がってるので、ここから下ろす時はちょっと刃を寝かせる気持ちで一発。あとは中骨に沿わせるように次は包丁を寝かせて、で内臓もこそいで、これで水洗いで、この後この血合い部分、ここもこういったブラシを使ってダーッと洗っていくんですけど、ちょっとどうしてもやっぱこのお腹のこの焼けてる感じがちょっと気になるので、ちょっと変更。頭を落とすところは変わらず、ちょっと肛門からエラにかけてちょっと大きめに落としたい。でちょっと中を出して、で血合い部分とかもきれいに流して、先ほどまでの背開きではなくて腹開きで、はい、お腹側に1本で、今背骨に当たったので背骨に合わせて身を広げて、あとはあばら骨と背骨の接着を刃先を使って、はい、切り離してあげて、はい、あとはスー。じゃあサバも一緒。いやもうこれお刺身で食べたい鮮度。で内臓も外して、あとはさっとお水洗い。でちょっと言葉にするの忘れていたんですけど、干物用にこうパカッと開いた時、今回釜上から頭を落としている関係上、この釜の骨がつながってると身がくるんとこうもっこりしがちなので、ここを切っ先でパカッと割ってあげるとより平べったくより美しくなると思います。全然やらなくてもいいとは思いますけど、一応。それでは最後マダイ、こちら鱗はもう全部取ってあります。ハサミで切っちゃおう。うわすごい、内臓脂肪びっちりってなると、これちょっとお刺身食べたいな。ちゅうことでちょっと一頭殺しの要領になっちゃいましたけど、ちょっとこちら僕の夜の晩ご飯にしようと思います。美味しそう。はい、というわけで干物用に完成で、アジとサバの頭は骨せんべい、タイの頭とカマ、腹骨、ここは牛尾汁、お刺身半身は僕の晩ご飯と思ったけど、ちょっといいこと思いついたので、この子はまた後ほど。ではここからが、干物作りには欠かせない塩漬けの工程ですね。直接お塩をこう売ってもいいんですけど、僕はいつも塩水に漬け込む派です。はい、お塩 200g でお水が 1.8 リットル。あとはこちらに漬け込んで、
漬け込み時間的には身の薄い味は30分、身の厚いサバとタイは40分から50分というわけでタイマースタート。はい、ではこれにて30分。ちなみに今回はかなり甘塩だと思います。別にお砂糖が入ってるわけじゃなくて、ちょっと塩分弱めに漬け込んでます。なんでかというと、今回は普通に干物で食べるんではなくて冷や汁なので、ちょっとしょっぱくなるかなっていう理由です。ですので普通に干物として作る場合はお好みですけど、1時間とか漬け込んでもいいのかなと思います。でもし塩分とかがちょっと気になるのであれば、どっか適当なところをサクッと切っちゃって、でちょっとお水で洗って食べてみる。甘塩で美味しい。ではこちらを一度水でさっと洗って、キッチンペーパーでしっかりと水気は拭き取って、であとはバットに並べのこちらを干すだけで、干し方はよく干物ネット、あれも売られてますけど、僕はめちゃくちゃ虫が苦手でして、僕1年間に1回ベランダを開けるかどうかみたいな人間なので、冷蔵庫の一番上の段で僕はいつも干物を作ってます。というわけでこのまんまラップをかけずに冷蔵庫では、サバとタイも同じように。でこれ全然どうでもいい話なんですけど、今回こちらのタイおろしてて、なんかすごくさばきにくいなと思ってたんです。理由ここですね。ここのちょっと赤いこれ、タイの骨ですね。これなんて言うんでしたっけ、タイとかがたまに持っているこの骨のしこりみたいな、これがこの子あったんですね。おかげで背中からこっちに来たので、骨の向こう側のこの辺にお肉がいっぱい残るっていう、これ一体どういうメカニズムでできるんでしょうね。以上雑談タイムでした。ではこちらをとりあえず2日ちょっと干します。はい、おはようございます。あれから1週間ほど経ちました。なかなかね、思ったような乾燥がいかなくて、ちょっとお魚が大きかったかな。でこの1週間でいい感じの飴色になるくらいまで、お魚も乾きましたので、いよいよ冷や汁の本調理に参ります。それで本日の冷や汁に使って参ります材料たちをせーの。こちらから魚の干物、お味噌いりこ&お水いりごま、おトゥーフ、お好みの薬味で、今回の分量がこちらから適量 500g、200g、3リットルから4リットルで 300g、1kg 適量で、今回のお魚の干物に関してはもう適量としか表せないんですけど、なんせ当然アジの干物とサバの干物でこれだけのね、大きさの差がありますんでね、そこは皆さんの各々の良識の範囲内でよろしくお願いします。で今回はこちらのいりこだしを取っていくんですけども、こちらのいりこはまず頭をもいで、お腹側をむしっとむしりまして、この黒っぽい内臓、これをある程度きれいにお掃除したものをお水の中にチャポンとしたものです。で先ほどの内臓部分に関してはそのまま廃棄でいいと思うんですけど、こっちの頭、ここは普通にいい出汁出ますので、ここは普段のお味噌汁なんかに。で一応この作業は苦味だったりとかそういったものを取らないようにするためにしてるんですけど、もし使用されるいりこというか煮干し、それがこのくらい細かいサイズであればもう正直日が暮れるので、もう普通にそのまんまポイッと使ってもらっていいと思います。んで一応こちらのいりこの中にだし昆布、こちらが数枚ポポンと入ってます。もうこれは分量外で、よしならば早速作ってまいりましょう。ではまずお鍋に今回のいりこたちで火にかけまして、ちなみに今回のいりこは一晩水につけていたとかそんなことはないです。ちょっと手抜きです。それでも十分美味しいお出汁は引けるので、もう沸騰するなっていう段階で昆布をサルベージで、もちろんもうこのまんま昆布も入れてもらっていいんですけど、今日はなんとなくいりこを主役にしたかったので、今回昆布は控えめに登場してもろて、したらあとは沸騰してくるとアクが出てきますんで、このアクを大雑把にきれいにしてあげて、あとは弱火に落としの、あとはコトコト15分経ちましたらこちらをこして、これでいりこだし完成で、今回かなり濃いめにとっているというのと、いりこだし結構塩分決まりやすいので、なんて言ってもそのまんま食べても普通に美味しいくらいの塩分が決まっているいりこなので、なんなら今ちょっと薄めたいくらいの塩分量なので、実際に合わせるときはここにプラスでお水を加えると思います。塩分量を見ながら。
でここからはこちらの出し殻、こちらを一度きれいにしたお鍋にドン。はい、ここからから入りしていきます。で余分な水分が飛んで香ばしい香りがしてくればこれで OK。 でちなみにこちら佃煮とかにするとここめちゃくちゃ美味しいので、普段のねいりこだしでこう余った出し殻とかありましたら甘じょっぱく煮詰めるとすごく美味しいので、この段階でなんとなくご想像がつくかと思うんですが、今回はいりこ、あじ、さば、たいの4種類それぞれ冷や汁を作ってまいります。よし、ならばまずはごま全量のうち半分、こちらをまずはから入り。あとはこちらをしっかりと当たって、でこれどんだけするかなんですけど、正直もう普通だったらこれでいいんじゃないかなっていうぐらいのすりごまが出来上がってるんですけど、今回ごまにも結構主張してほしいので、このごまから油分がじゅわっと出てくるぐらいまでかなり頑張ります。練りごまの一歩手前ぐらいまでいこうと思ってます。こういう地道な作業は得意。ちなみにこの作業フードプロセッサーとかでもできるっちゃできるんですけど、ある程度油分がじゅわっと出始めるとごまが団子状になって全然回らなくなるので、その際はちょっとお水とかさっきのいりこだしとかそういったものをちょこっとずつ加えながらしっかりとペーストになるまでやっちゃってください。今回僕はせっかくなのですり鉢で、はい、結構ペースト状になりました。じゃああとはここにお味噌、今回は九州といえばの麦味噌です。これをごまと合わせて、で本来であればここにこのいりこだったりとかアジの干物、それからサバの干物、そういった身を加えてさらに細かくひいてから行う作業なんですけど、今回はちょっとイレギュラーにこの段階ですり鉢の側面にこれをペターっと塗りまして、で本来は炭火がいいんですけど、さすがに炭火は家の中ではできないのでこちらのガスコンロを使いまして、で今からちょっと火が上がりますからね。はい、お味噌に焼き目をつけていきます。これですり鉢が真っ黒になりましたって言われても僕は責任は負いかねますので、それとやけどにはくれぐれもご注意を。とりあえずこんな感じになりました。あんまり焦がしすぎても仕上がりで表面にお焦げがいっぱい浮いてきちゃうので、ほどほどでいいかなって僕は思います。見た目の美しさ的にも。ではこちらにいりこだし、で今この段階ですとちょっとしょっぱいと思います。普通にラーメンスープよりもしょっぱいと思います。そのくらいの塩分量ですんで、これをご飯にかけていただくということを想定して、お好みの塩分量にお水を加えながら調整してください。僕はお水を 500cc ほど加えようかな。ちなみにこの塩分量薄めることはまた後でもできますんで、とりあえず今のうちはまだほどほどに、まだ干物の塩分も入りますので。で最後忘れ物、豆腐、ただキッチンペーパーにくるむだけの軽い水切り、それだけは済ましておきました。でこちらは手でちぎってポイ。でもちょっとめんどくさいので、せーの、こっちの方がね表面積も大きくなるので、はい、改めましてこれでベースの完成。でちなみにもうこのままご飯にかけていただいても十二分に美味しいです。はい、それではあとはただお魚を焼いていくだけですね。まずはアジ。でここから骨を取っていくんですけども、普段から魚をさばかれてる方とかよくお魚を食べる方ならもうすぐできると思います。じゃあまず骨がついていないこちら側の身から、まず背中側、腹骨を避けて1本、あとはせーのペロン、身を浮き上がらせてせーのぐるん、せーの
でこの血合い骨がこっちに入っているのと、この向きに入っているあばら骨のこの腹骨がここでつながってるので、どうでもいいんですけど、僕はまずこう切っちゃう。これでは接着が外れた感じ。と腹骨を透き取るように、あと血合い骨があるところを外して、はい、ここ血合い骨ゾーン。あとはここは骨が入ってないノンストレスゾーン。あとは皮から身を剥がしの、一番美味しいお腹のところで、食感しっかり尻尾のところで、焼き魚の大トロ部分、パリパリの皮、ここはお夜食に食べてください。で続いて骨ありゾーン。僕はまずこのあばらの中骨部分をまず切っちゃって、で骨を持って引っ張ると、実際ここが一番美味しいんですけどね、焼き魚はね。で腹骨も取って、でこちらの骨付きの方はこっちのヒレから伸びているこの骨が入ってるので、ここを普通のナイフでもフォークでも何でもいいんですけど、ちょっと入れてあげるとこの骨がベリッとめくれるので、ここをめくってから血合い骨ゾーンは避けて、はい、身を摘出で、ここの血合い骨もまた避けて、ここが血合い骨ゾーン。残りは全部骨なしノンストレスゾーン。っていうかやっぱ今回タイが一番すごいわ。油じゅわじゅわ。というわけで、こちらからいりこ、アジ、サバ、タイで、こちらがめちゃくちゃ美味しい皮と骨。ここだけね、スーパーで100円とかで売ってくれんかな、即買いでは。本来こちらは味噌と一緒にこうすり鉢できれいに当たるんですけど、今回はこういった都合上ちょっと省きましたので、ちょっとムードはないですが、フードプロセッサーを使いまして、まずはいりこで、このままでは回らないので、先ほど作った冷や汁の素、これをちょこっと加えまして、はい、いりこ冷や汁の素。あとは同じようにアジとサバとタイ、はい、これにて4種類のストック完了。こちらが盛り付け用の身ですね。よし、やっとここまで終わったので、ここからはパパッと薬味。はい、じゃあとは先ほど使わなかった半量のいりごま、ち
ちょっと多すぎた。これは普通にすりごまにして、こちらはいただく際に上からファッと振りかけるようなすりごま。だから今回結局のところ干物が適量、味噌 500g、 お水3リッタープラスアルファで、ごま 200g のうち 150g が練りにして 50g をすりごまにして、木綿3丁、いりこ 200g。 今回こんな感じですね。やっぱ実際に作ってみらんことにはわからない、これぞ大量料理あるあるで、こちらの使い切らなかった分の残り 50g 強のいりごま、こちらもこの後使ってまいります。で、ここから先はおまけパートです。こちらが今回のタイの半身ですね。じゃあまずタイの身をわりかし存在感が残るごとちょっと厚めにお刺身に引いて、ここに刺身醤油、もしなければ濃い口醤油と煮切ったみりんを1対1で合わせたもので、僕はさらに甘いのが好きなので、ここにお砂糖の中でも三温糖です。あとはさーっと混ぜ合わせて、ここに今回のごまをたっぷりと、あとはタイを加えて軽く混ぜ合わせて、即席のタイの漬け完成。刺身醤油使ってる分かなり濃いので、漬け時間は5分とかでいいんじゃないかな。醤油とみりん1対1で合わせた方だったら多分もうちょっとつけていいと思いますけど、これは刺身醤油を使ってるので。はい、というわけではい、これで冷や汁セットの出来上がりです。では実食編へ GO！ というわけで無事に完成しました冷や汁で、突然出てきましたこちらの宮崎牛なんですけど、ちょっと主菜っぽい主菜がなかったので、ちゃちゃっと宮崎牛を持ってきました。だいたいどこのご家庭の冷蔵庫にも入ってますよね、宮崎牛ね。で、こちらはちょっとぬるくなっちゃうので、しばらくはこのままで。はい、というわけでいただきます。あー、うまい。未だにノンアルコールとあることが信じられん。すごいわこれ。よし、んならばまずは今日はこちらに炊飯器が来ております。すごいね、大食い YouTuber みたいにね。はい、普通の白米に今回の漬け、普通にお腹すいた。はい、漬けのっけて、もう口に入った瞬間にうまい、間違いない。よく鯛茶漬けでいただくようなうっすらの茶色の使った漬けと使ってしっかりと黒々としているので、白米がバッカバカ進む。これは後ほど冷や汁と合わせた時が楽しみ。多分冷や汁の中でもものすごい存在感を放ってくれそう。ではまずはそのままで、今こちらに入ってるのがごま、お味噌、いりこだし、お豆腐。もうただほんとこれだけ。めちゃくちゃシンプル。はい、これをご飯にぶっかけまして、でこの段階ちょっとまだ濃いのでちょっと氷水で伸ばして、はい、お好みの薬味、あとは仕上げにすりごまを散らせば、まずはシンプル冷や汁。うまい。あー、これ無限なやつだ。ちょっと的確な表現かは分かんないですけど、お味噌を焦がしたことによって香ばしさのついた和風だしの甘口担々おじや、すりごまがしっかりと働きをしております。もう一般的なお味噌汁ご飯にかけましたっていうやつとは全くもって異なるお料理ですよね、冷や汁ってね。今回何気に初めて自分で作ったんですけど、これは普通に美味しいのでは、むしろこれ普通に旅館で食べたい。
最高にうまい。なんでしょう、お盆におばあちゃん家帰って、でお昼にお盆のお墓参りに行って、お墓から家帰ってきてのお昼ご飯がこれだったら最高。僕もともと暑がりなので夏苦手なんですけど、冷や汁が食べれるなら夏でもいい。じゃあ続きましていりこ。じゃあいりこペーストで冷や汁で、これを合わせてちょっとお水で伸ばしながらで、ご飯にダバー。あとはさっきと一緒で、当然すりごまも。これがあれですよね、冷や汁がちょっと豪華になったバージョン。昔の。香りはあんまり変わらない。全然違うわ。すごい、一気になんかおかず感というか満足感が一気に跳ね上がった。さっきまでは白米と、あとお豆腐、お豆腐のちょっとむにゅっとしたお豆腐の柔らかい食感というか舌触り、それとあと薬味っていう感じだったんですけど、いりこが入ったことでこのおつゆ全体にいりこの食感が生まれた。すげえ、あんなに細かくしたのにフープロで。わ、これうまっ。皆さん普通に干物使わなくても美味しいよ。いりこすげえ。ちょっとやっぱそれ以上ちょっと何もお伝えできないんですけど、味の感想としては。ただこちらの何もいりこを加えていない方と、こちらのいりこ入りの方、どっちが好きですかって言われたら日によるってなる。もう本当に暑い時は僕はこっちが食べたいけど、普通に夕飯としていただくならいりこ入りの方が満足感はあるかなみたいな。でも実際普通にこちらが出てきても喜んでいただきますみたいな。みんな違ってみんないいって感じです。大変美味しゅうござんした。それじゃあどんどんいきますよ。じゃあ続きましてアジ。ちなみに焼いた時ものすごい脂が出てたので、今回タイの次に期待しているのがこのアジ。もう香りがやばいもんこれ。もうこれ絶対美味しいってなる焼き魚の香りっていうかアジの香り。じゃあさっきと同じ。いや、美味しいんですよ。美味しいんだけども、思ったほどアジが主張してこない。アジの脂の甘い感じ、コクというか、そういったものがプラスされて、確かに満足感は上がってるんですけど、満足感っていうか、リッチ感は上がっているけど、いりこの時みたいに、すごいパンチ力が上がったとか、食感が増えたとか、そういったものは特にないかも。すっごくいい香りしてるんですけど、味ペースト。意外とおしとやか。ということでここでこれを加えてみましょう。はい、焼いたアジの身。おそらくこれは破壊力抜群なはず。そして普通に骨が入っている。めちゃくちゃ美味しくなった。アジうめえ。もう正直こんだけ加えちゃうと、本来の時間がない時でもささっとご飯が食べれますっていう冷や汁の趣旨、そこガン無視してますけど、でもすごく美味しくなった。アジの食感が生まれて、背泥だったりとか、お腹の腹ものとこだったりとか、そこに当たると脂身がジュワッと溶け出してきて、うまっと思った後に薬味がそれを一気にサッとかき消していく。すごい清涼感。で、それがズルズルズルっと入ってくるんで、なんていうかね、2000発の花火大会1分30秒で終了みたいな感じ。一気に駆け巡っていく。うまっ。はい、アジも大変美味しゅうございました。
よし、それじゃあサバというか、こうやって嗅ぎ分けてみると分かりますね。やっぱアジってものすごい香り強いんですね。サバ意外と、これは単純に油の乗りの違いなのかな。いや、それにしてもアジすごいわ。お、うまい。ちょっと味覚バグってきましたけど、でも油の乗り方の違い的になんかより青魚感が強い気がする。さっきのアジのこってり感、まったり感とはちょっと違う感じ。でも激しく違うってことはないかな、やっぱ。やっぱ今回のサバの食感的に結構しっかりめの歯ごたえなので、おかず感がしっかり。これは美味しいわ。でも今日の気分的にはアジ。はい、大変美味しゅうございました。一応最後の種類。一応今回麦飯を7合炊いてあるんですけど、すごい冷や汁米泥棒にも程がある。どんどんなくなっていく。はい、じゃあ気を取り直してタイ。いやー、多分これすごいよ。はい、タイ。全然違う。お上品。でもやっぱ油のとろみというかコクがすごい。なるほどね。ちょっとまた食べかけで申し訳ないんですが、プレーン、いりこ、アジ、サバ、タイのうち一番美味しかったのはアジ。やっぱアジってすごいわ。もう2回目ですけど、まずこの時の香りが違うもん。すっごい主張で、最初のうちはあれなんかおしとやかやなと思ってたんですけど、結果サバもタイも実際この中にすり身というかペーストになって入っちゃったら、みんなおしとやかっちゃおしとやかなんですよ。ただこの焼いてほぐした身、これ上から散らしてる中でやっぱアジだけ別格に美味しかった。実際この段階でタイの焼いた身、これもめちゃくちゃ美味しいんですけど、この冷や汁の中に入った時に存在感消える。やっぱこの強いお味噌だったりとかごまの香りにタイの香りがついてこれなかったんですよね。で、その中でアジだけがもうこの冷や汁の中でアジですって言ってますもん。めちゃくちゃ美味しい。で、ここのベクトルとはまた違うところでいりこもめちゃくちゃ美味しいんですけど、僕が今回選ぶならいりこかアジかな。特にいりこなんて常に常備菜というか家の中でねストックしておいてもほとんど腐らないし、このアジの干物とかタイの干物とかこういった干物関係って冷凍庫とか冷蔵庫の場所占有しちゃいますけど、いりこだったらね全然常温で置いておけるので、実際現実的なのはいりこなんじゃないかなって思ってます。で、贅沢したい時に脂の乗ったアジで作るみたいな、僕はそんな感じになりそうやな。でも漬けが入ると美味しいわ。また全然違う食感が生まれて。タイ完食。ではここからは今回の4種類のうち一番僕の好みだったアジ、この子だけに絞りまして、宮崎牛という名のデザートの時間でございます。とはいえちょっとテーブルの上を整理したいので、よいしょ、この辺りは全て冷や汁に落とし込んで、今これで俗に言う冷や汁の見た目にはなってます。この中が全てちょっと塩分濃度も調整して、おーすごい、冷や汁が増えた。やばいな、今回これ全部食べきれんかもな。もし食べきれんかったらタニアン明日の朝ごはんができたねって思っとってください。では改めて登場、宮崎牛。ちょっと色が悪いところはここに保冷剤を置いてたからですね。もうちょっと空気に触れてくるとまた発色してくると思います。ではとりあえずチャカメカファイヤーからの、まずは分厚いステーキ肉から。今回のお肉は全部肩ロース肉ですね。
まずは下味に塩コショウ。これは塩とブラックペッパー、ホワイトペッパー、山椒、ガーリックパウダー、からすみパウダー、なんかその辺がもろもろ入ってます。まあ何でもいいです。じゃあささっとラード。最初にペタペタしてあげるとくっつきにくいですよ、お肉が。で焼いているうちに冷や汁も作っといて、当然こんだけ大きいと焼きムラができるので、未熟なあなたはこっち。あとは食べやすくカットして、なんかバル気分で盛り付けて、なんかいい感じにお野菜も散りばめて、っていうか宮崎牛柔らか。なんていうか筋が柔らかいですね、宮崎牛ね。今回初めていただくんですけど、もともとこういう特徴のお牛さんなのかな。で今回のいただき方はわさび醤油で、はい、宮崎牛プレートで、今回のお醤油が散々宮崎言っておきながら、熊本県の九州食肉産業さんの馬刺しのお醤油。この九州食肉産業さんいつも馬刺しでねお世話になってるんですけど、このお醤油めちゃくちゃ美味しいから、あと馬刺しもめちゃくちゃ美味しいから、熊本のお越しの際はぜひ。じゃあお醤油ピチャッとつけて、柔らかい。あ、こんな感じのお味なのね。うまいわ。なんか油臭さとか油のくどさとか、なんかそういったものがなくて、すごい食べやすいですね。すごい美味しい。いや、これはビールだわ。でもこの量でバルで食べたら多分15,800円ぐらいするんだろうな。リッチだ。ならばちょっと食没。はい、ではステーキ完食。では続きましてスライス肉。では宮崎といえばの戸村。この戸村のタレ注いで、ちょびっとだけくぐらせて、はい、いってらっしゃい。では完全自己責任のもと、このぐらいの半レア具合で、はい、ウニ惜しげもなくのせて、あとはここに卵黄をくぐらせて頬張るべし。なんだろう、暴力的なうまさ。口の中ウニパンパンのウニの香りと、あとタレが来て、その後後味が宮崎牛。もう正直言って何食ってっか分かんない。まあいいんです。それでも心が満たされる。はい、ではラスト。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。結局冷や汁はあと1リットルぐらいかな。なので明日の朝昼ぐらいはあるかなっていう感じです。いや、にしても美味しかったですね、冷や汁ね。これ途中で食べながら思ってたんですけど、今回一番美味しかったのは味っていうことはもう申し上げたんですけどね、これノルウェー産の塩サバ、あれで作ったらめちゃくちゃ美味しいんじゃないかなって今ちょっと思ってるんですけど、でもあれなのかな、ちょっと脂っこくなっちゃうのかな。でもなんとなくすごく美味しそうな気がする。もし気が向いた方はぜひ作ってみてください。ノルウェー産の塩サバで多分美味しいと思います。でね、ひょんなことから出てきた今回の宮崎牛ですけども、美味しかった。非常に大満足の夕食でございましたというところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。